はい、こんにちは。ベイトロックショアのこういう LD タックルを使ったショアジギング、ショアプラッキングじゃなくてショアジギング用のロッド選びの参考になればと思いまして、そんなお話をしたいと思います。で、私はメインでレイジングブルシリーズ MC ワークスのロッドを使ってますので、そこでね基本はお話をするんですが、それ以外のメーカーのロッドもちょっとだけね出てきます。はい、ではやっていきましょう。で、私のね前回前々回その前ぐらいの動画からレイジングブル系と、あとランナーエクシードのロッドの曲げチェックであったりキャストチェックだったりをしていってます。で、プラグ関係に関しては、前回でね動画でお話ししてますので、そちらを見ていただければと思います。このねレイジングブルの 104XF2 がもうプラグ操作においてはもう右に出る者がいないような素晴らしいロッドなんですが、なんせねジグの操作がちょっとできなくはないけどもう一つ快適性がないかなっていうところで、これね今現代出ているロッドなんですけど、じゃあちょっと今までの過去作モデルとか、その他のメーカーとかもあると思うんですけど、その中でなんかこうジグにすごく向いてるロッドってないのかなっていうので、結構いろんなロッドを過去のモデルであったりとかも探してみました。で、今回はそんなお話になります。現代 XF1、XF2 のベイトモデル、あと、ここにもありますが104の WX っていうロッドがあるんですが、これとかはもう超ヘビーロッドなので、ジグ用のロッドっていう感じではないです、はっきり言ってなのでこの辺はとりあえず今回は話から置いておきます。一つ前のシリーズレイジングブルシリーズで2種類ありました。109の XR1 と107の XR2、これが両方ね109、107ってレングスなんですけど 10.9 フィート、10.7 フィート。ロングロッドはジグ向きではありません。はい、はっきり言ってこう振り回すのに結構やっぱりこうね長さがあるとしんどくなるので、試しに使ってもみましたが、やっぱりねジグ向きのロッドではなかったです。はい、操作ずっとしてるとしんどかったんで、この辺りも、正直ジグ向きのロッドではないなというところですね。それよりももう一世代ね過去に戻って行ってみると、今度はレイジングブルーの100の XR1、100の XR2 っていうロッドがあります。このロッドたち、これ10フィートやし、フォアグリップ握ってこうしゃくるんでね、実質、スピニングロッドでいうところの9フィート台の感じでこうしゃくれるし、これめっちゃいいんじゃないかなっていうのでね、ちょっとこの2種類も中古でねちょっと探して、無事ねちょっと手に入れることができました。で、実際ちょっと使ってみたりもねいろいろしてます。これと比較するにあたって1本私が今までずっとねこの LD キャスティングで使ってたベイトのショアジギングロッドで使ってたのがこのロッドコムのストレートショアの14番のベイトモデルね、これを使ってました、ずっと。で、このロッドは非常にですねジグに向いてるロッドかと思います。この竿とか結構ねロッド重量軽いで、センターバランスも結構ねその自分の手元寄りにあるロッドなんですよ。マックス 150g まで80から 150g まで投げれるロッドなんで、結構ですね張りがあってシャープでレギュラーアクション気味の竿なので非常に扱いやすくてジグの操作もすごくしやすい。これもうバッチリだなってなってたわけなんですけれども、このロッド1点だけグリップが短いんですね。はい、非常に取り回しがいい竿ではあるんですが、それに対してレイジングブルの100の XR1、 このレイジングブルの100の XR2、この辺りのロッドかなり年数的にはねもう十数年前のロッドではあるんですが、はっきり言ってね全然現役バリバリで使えるロッドかと思います。で、この辺りのロッド100の XR1 と比べるとこれだけのねグリップの長さが違うわけです。全然やっぱ短いですよね。かなり、正直キャストにおいて重量級のルアーを投げるのがめちゃくちゃしんどかったんですよ、ストレートショアって。でそこがやっぱりねこういう拳1個分ねグリップが長いっていうのはもうやっぱり全然違う、非常に投げやすくなるので、やはりね重量級のルアーを扱う上においては、このレイジングブルシリーズクラスのグリップレングスというかねグリップの長さがあった方がいいかなというところがあります。
トリガー合わせた場合に先端の長さが、だいたいガイド1個分近くかな、はい、10センチ程度短くなります。この分短くなってるんで、しゃくった時のしゃくりやすさっていうのもやっぱりね、竿が短い方がちょっと楽だったりもするので良さそうだなというところでね、レイジングブルシリーズのこの100の、レングスのシリーズをちょっとね探していました。じゃあ XR1、XR2 ってあるんですけど、これ両方ともこの辺のグリップの長さとかは一緒ですね。ほぼほぼ一緒です。で、このロット、日本のロットは長さとかは変わらないんですが、全然調子が実は違ってます。はい、この辺は曲げチェックをしている動画を見ていただければ非常に分かりやすいんですが、全く日本のロットの性格が違います。見た目の感じで言うと、オーシャンガイドタイプの XR2 に比べて傾斜ガイド、軽ガイドタイプの XR1 で、フルチタンの XR1 に対してオールステンレス、フルステンレスの XR2 というような感じになっています。なので先端が軽い XR1 の方がやりやすそうじゃないですか。ちょっとだけガイド径はちっちゃかったのかな、確か XR1 の方が。はい、この感じだとねそんな感じがするんですが、実はですね、確かにこれは先端が軽いんです。 XR1 の方がこことここでしょ。トリガーの位置合わせたらXR2 の方が先端側にセンターバランスの来る竿になります。はい、なのでもうここまでの話的に XR1 の方が良さそうじゃないですか。ストレートショアを使ったことがある方は分かると思うんですが、ストレートショアのセンターバランスも結構素晴らしいロットで、この辺がセンターバランスなんですけど、グリップで合わせた時にストレートショアよりもレイジングブルの XR2 の方が手前に来てるんです、センターバランスなんで XR2 でも十分に手前重心というかのロットになります。でそれよりもさらに XR1 の方が手前に重心は来ています。曲げチェックをした時のですね XR1 の方が結構ベリーに張りがあります。先端ティップアクション気味です、レギュラーテーパーの中でも。で XR2 は、どちらかというと比較するとレギュラーテーパーでもスローテーパーより比較的バット側、ベリー側がしっかり曲がり始めやすいロットです。ティップ側結構シャキッとしてます。じゃあどっちのロットの方がジグの操作において使いやすいのかっていうと、私個人の見解、今まであったジグロット、スピニングモデル含め、過去にねいろんな竿も振ってきたりも触ってきたり使ってみたりもしたんですが、あまりファストアクションよりのヘビーロットね、ヘビーロットは正直しんどいです。はい、どちらかというと手前に、曲がりが来るタイプ、先端が割とシャキンとしているタイプのロットの方がジグアクションはやりやすいです。特にヘビータイプのジグとかを使う場合なので、使ってみて思うのは XR2 の方が重心ちょっと先にあるんですが、それでもね他のロットに比べれば圧倒的に手前の重心にあるロットでかなり使いやすいです。で、自重的なもので言うと、実はですねこの3本のロットほとんど自重変わりませんでした。なんか XR1 の方が柔らかいロットなんで軽いイメージあったんですけど、フルチタンガイドが入っているにもかかわらず XR2 と重量差ほぼなかったです。はい、で、ストレートショアと XR2 も重量差ない、ほぼ一緒、なのでほぼほぼ同じ重量帯のロットになります。でその中で、重心バランスとロットのテーパーで、選ぶと XR1 よりも XR2 の方が使いやすい。これもね使うジグの重さによって少し変わるんですが、この辺はね結構ヘビーめの100g 以上を、メインジグとして使うぐらい
80、100、120ぐらいをメインジグとして使う場合でちょっとお話をしますが、その辺だとやっぱねマックス 150g ぐらいのスペックのロッドで尺打った方が、ジグの操作感、キレのあるジャークとかね、そういったところもやりやすいかなと感じています。なので、使うのであればストレートショアかレイジングブルーの100の XR2 が非常にジグをアクションさせるという、上では使いやすいです。はい、でその上でロッド重量もほぼ同じ、テーパーの感じも非常に両方とも使いやすいってなってくると、残るのは違いはこのグリップの長さなんですよね。これだけグリップの長さがロッドコムのロッドと、レイジングブル MC ワークスのロッドでは拳1個分の違いが出てくるので、 120g とか、100g とかのジグを遠投したい時によりですねテコの原理というかを使って投げた時にキャストが楽にできます。なので私はストレートショアを以前はずっと使ってましたが、このレイジングブルーの 100XR2 を入手してからはこちらがメインのジグロッドになりました。はい、でね、このロッドもいいんですけどね、取り回しもすごく良くていいんですけど、やっぱりその辺が少しね使いやすさで違ってくるかなと思います。でじゃあ XR1 は微妙なのかっていうと、60g、80g、100g ぐらいまででやるんであれば XR1 でもいいんじゃないかなと思います。重さ感とかはほぼ変わらないので、あとはちょっとこっちの方が柔らかい竿ではあるので、その辺が60g ぐらいのジグを操作するのはこっちの方がやりやすいと感じるかな。けど100g とかになってくると XR2 の方が私は使いやすいと感じるので、大体メインは100の XR2 を使っていますね。で、ロッド曲げた時にもXR2 の方が、パワーありますしね、はい、こっちの方が私は好みではあります。それと、キャスト、この3本キャストにおいてのやりやすさ XR2 が一番やりやすいです。キャストをする上では結構ベリーが入る竿の方が竿が曲げやすくてキャストってしやすいんですよ。パワー感的に言うと XR2 の方がパワーあって張りのある強い竿なんですけど、 XR2 の方が投げやすく感じます。 XR1 の方がちょっとファストテーパー気味のロッドなので曲げるのにちょっとほんの少しのコツがいりますね。はい、なんで XR2 の方が投げやすいとおそらく感じると思います。100g ぐらいのルアーを投げたとしたらの話ですよ。はい、もっと軽いやつ投げたら XR1 の方が投げやすいし、重いの投げたら XR2 が投げやすいのはそうなんですけど、両方ともが使いやすいなと思う領域においての話です。でストレートショアはちょっとねグリップ短いので、その辺が使用感としては少し悪いかなとは感じてしまいます。すっぺらこっぺらお話ししましたが、とりあえず投げてみましょう。ちょっと投げてみようか、せっかくなんでね。この3本を投げ比べしてみましょう。ではですね、ちょっと投げてみたいと思います。でまずは、私が以前からずっと使ってました、ロッドコムのストレートショアの14番、はい、これでいってみたいと思います。使うジグはとりあえずね 65g、一応 80g からなんですけど 65g のジグと70、90、120で150という感じでちょっと使ってみたいと思います。やっぱグリップ細いよな、全然違うよな。60g ぐらいのジグやったら全然このグリップの長さで問題ないんですよね。よし、ちょっとこれで軽く投げてみましょう。はい、はい、全然問題なく投げれるね。このストレートショアは結構軽いルアーでも投げやすくて非常に素晴らしいロッドなんですよね。ブランクスも結構軽くて、この 65g のジグしゃくるのとかだったら、ジグしゃくるのに関してはね、ジグしゃくるのもプラグ操作するのもそうなんですけど結構使いやすいんですよこのロッド。重たいルアー投げるとき以外はほぼ何の文句もないんですねこれ。はい、ちょっとルアーの重さ増やしましょ
はい、次が 70g のターマックですね。一応私がメインで使ってるのがだいたい70、90、120ぐらいなんで、やっぱあれね、久しぶりに持ったけどやっぱグリップが細いな、すごく。この辺も全然問題なく投げれるかなとは思います。投げるのは問題はないんだけどね。はい、そしたら今度はターマックの 90g です。正直ね 90g のルアーを背負って投げるのにどう考えてもねグリップ短いんですよねこれ。ロッドパワー的にはね全く問題なく投げれるし、飛距離も十分出てるんですよ。なんですけどで100メートル近く投げたところからのジグのしゃくり感も非常にいい。すごくいいですね。ほんとはっきり言って文句のつけるところはないなぜこんなにグリップが短いのかって思っちゃう改造すりゃいいんかもしれんけど、それはまたちょっと話が別なんでね。 90g のジグシャクルの超気持ちいい。次がそしたらターマックの 120g です。100メートルはいてるね。こんなに簡単に100メートル出せるようになるんよな。これがリールの進化やな全然ブレーキも余裕やけんね今で。ジグアクションも全然やりやすい。ワンピッチだけじゃなくてこういうちょっとロングフォールとかそういうのするのも非常にねやりやすい。ある程度やっぱりロッドがこうシャキッとしてくれてて、こうテーパーが変にって言ったらおかしいけど、極端にね先だけ硬い先だけ柔らかいとかになっちゃうと、ああいうロングで弾いたりするとねすごくこうきつかったりするんですけど、そういうのがなくていいです。ただね今私投げて、100メートルぐらいポーンと投げてますけど、結構ね腕にきます。これ短いのでそんな思いっきり投げてるわけじゃないけど結構大変です。これね使い慣れてるんでいけますけど、多分だいぶ違和感感じると思いますよ。マックス 150g が投げれる表記のロッドにしてはちょっと短いかな。ちょっとっていうかだいぶ短いかな。これ以外はね正直文句のつけどころはないんですけどね。はい、そしたらね最後ターマックの 150g。 はい、これはもうちょっとねロッド的にもギリギリマックスウェイトなんで、この短いグリップで投げるのは結構大変。大変だったりします。投げれるんすよ投げれるんやけどね。でジグの操作はねいけるんですよ。これがちょっと重たいんでね、フォアグリップちょっとだけ前目に持ったりとかしてるんですけど、非常にいいんです。使いやすいです。ちょっと投げるのはねちょっとコツいりますけど、それさえちょっと、別に大丈夫だよと言うんでしたら全然これで、しかも現行モデルですからね、
バッチリいけますんで、いい感じだと思います。プラグも投げてみる？これやりだしたらむっちゃ時間かかりそうやな。でもちょっと考えます。そしたら、ストレートショアで今度ね、シンキングのペンシルとかをちょっとしゃくり上げてみたいと思うんで、アスカモジョーの55、吹く込み 60g ぐらいです。これの重さ違い3つぐらいね、ちょっと投げてみましょう。ここだと竿の許容のウエイトからしたらだいぶ軽いルアーなんですけど、バックラッシュしたちょっと適当に投げすぎたけどね、やっぱりこの辺はちょっと竿の曲がりは足りないかなと思うけど、こうやってアクションとかさせてるのはね、やっぱ昨日おとといでXF2 とかランナーエクシードの 107BH とか使って、で今このストレートショア使うと、もうほらね、全然違うよ。めっちゃ軽やかにできる。けどやっぱ軽いは軽いよな。飛距離は十分出るけど、はい、じゃあ今度はアスカモジョーの 70g、 これで 80g ちょいぐらいですね。はい、いいや。はい、次アスカモジョーの 90g、 だいたい 100g オーバーのシンキングペンシルと持ってくださいちょっとペンシルとかも投げてみとこうか。ポッパーはもういいよね。とりあえずポッパーの方が大事かな。こういうロットはポッパーが使いやすいっていうし、でもちょっとペンシル投げてみようか。これがブルーフィッシュの60です。はい、 70g ぐらいですね。ちょっと適合ウェイトよりも軽いですが、このロットはね、素晴らしいロットなんで、ちょっと軽いぐらいのペンシルも問題なく使えてしまうんだよね。一気に重くしようか。もう中間はいいや、どうせ使えるのがあっとげん。はい、じゃあちょっとね、一気に重くして、ガンマの120、140g ぐらいあります。フック込みで。軽い方はね、すごくいいんですけど重い方がちょっと大変、やれなくはないけどちょっと大変。ルアー操作はね、問題ないんですけどね。なんでこのロットコムのロットもね、素晴らしいロットなんですよ。自分の背負えるマックスウェイト付近のルアーもほんとね、気持ちよく操作できるんで、軽いのから重いのまでね、まんべんなくできるんで素晴らしいロットです。投げるのはちょっと投げにくいけど、非常にいいロットで非常に愛用してますんで、今もね持ってるロットなんですが、ちょっとこれとね、じゃあレイジングブルの XR2 とか XR1 比べてみましょう。はい、ではね、レイジングブルの XR2100 ですね。やっぱこれぐらいの長さがあった方が絶対いいと思うよな。投げやすい。
非常に投げやすい。60g、まあ軽いけど全然 60g でも 60g 台もやれるね。じゃあ次はターマックの 70g です。これもまだねウエイト的にはロット的に言うと軽いんですけど、いいね。ちょうどいいと思うよな、これぐらいがほんまに。竿のパワー感的にも非常に使いやすいと思う。今度 90g ね。うい、気持ちいい。超投げやすい。やっぱねグリップはある程度の長さやっぱ必要だよ。ちょっとだけこっちの方がやっぱりこう竿もねほんのちょっとですけど、やっぱりもうこう先端が短いんで取り回しもいいな。いやストレートショア使ってた時ってか使うとストレートショアめっちゃいいじゃんって思うけど、 XR2 使うとまあ私の個人的な感想ですけど、こっちの方がさらにねちかなーってならないぐらいこっちの方がけどな。これ今現行モデルでないからね。はい、次が、120g ね。はい。はい。やっぱりこっちの方が楽だな。やっぱパワー感もあるけんしゃくりやすいし、使いやすいな。これはだいぶ使いやすいな。そしたら 150g にしてみましょう。うい。ちょうどいい反発力やね。だけん、150g のジグもしっかり動かせるしキャストも無理なくこなせてね、非常にいいと思います。はい、レイジングブルの 100XR2 はね名作ロットなんではい、ベイト版もね素晴らしいですよ。はい、そしたらねちょっとシンキングルアー使ってみましょう。シンキングルアーっていうかプラグ使っていってみましょう。まずはね 55g ぐらいかな、 60g ぐらいの新ペンですね。こういう操作も非常にルアーがよく踊るんで、踊るとよく動くのでね非常にいいと思います。やっぱり穂先の柔らかい竿よりこういう竿の方がルアーを動かしていくのはね得意ですよね。これはランナーエクシードとか XF2 より絶対ねこっちの方が向いてると思います。
私がそもそも張りのある竿が好きっていうのもあるんですけどね、80g ぐらいですね。私はね、このルアー、これぐらいのルアーが一番よく使うかな。シンキングのこういう系だったら。で、投げやすい。で、結構いい感じに重量感があるんでね、沈めやすいし、こうやってね、そこから誘い上げてくるのも非常に使いやすいと思います。はい、次、90g、100g ぐらいですね。はい。やっぱルアーに合ったロッドを使うとすごく楽やね。この辺は XF2 とかああいうクラッキングロッドでやるより、こういうねもうちょいシャキッとねしてる竿の方がやりやすいね。じゃあ、こういうロッドじゃそういうのは得意だけど、じゃあ軽量なペンシルとかはどうなんだっていうところを見てみましょう。さっき投げたのと同じね、ブルーフィッシュの60です。70g ぐらいなんで、適合ウェイトよりはちょっと軽いぐらいのペンシルですね。別に投げるのは全然投げられる。ちょっと軽いけど。で、これぐらいのルアーウェイトだったら全然ね、何の問題もなく投げられる。アクションも楽勝。もう軽い。竿が軽い。操作感が軽い。重心バランスが手前に寄ってるんで、めっちゃ軽く操作できるね。けど、ちょっと足場高かったり、ちょっと波が変則だったりとかすると、やっぱね、ミスアクションはちょっと起こしやすいと思う。その辺がプラッキングロッドはやっぱりね、柔軟性があるんで、そこは腕でカバーせえっちゅう話なんかもしれんけどね、操作でね、腕というか。はい、じゃあ重たい方、ガンマの120、140g ぐらい。ほい。やっぱね、重たいルアー投げた時の投げやすさはもう段違いにこっちがいいよな。無理せず投げられるんで、非常に使いやすいです。これでも大きいバーからちっちゃいルアーまで全然ね大丈夫。そしたらね、今度レイジングブル100の XR1、 こっちをねちょっと使ってみましょう。65g のジグからね同じようにスタートしましょう。使用感、投げてると映像よりも私の使用感の方がちょっとメインになっちゃうと思うんですけど、このノットの長さ的なものは XR2 と同じような感じなんで、使用感は同じような感じなんですけど、こっちの方がやっぱりシャープ。XR2 の方がレギュラーテーパーの中でもスローテーパー方向のレギュラーテーパー。こっちはレギュラーテーパーの中でもどちらかというとファストテーパーよりのレギュラーテーパーって感じなので、やっぱりね、ベリー部分のシャキッと感が全然違うんですよ。なんで投げるとすごくシャープに感じる。で、60g 台のジグとかをしゃくるとかなりねシャキシャキな感じで、非常にね小気味よく投げられる。ジグしゃくることができます。はい。で、結構ティップ側でパンパンパンって弾いてる感がすごくある。XR2 の方がベリーとかそのティップの方は割とシャキッとしてて、ベリー部分のもうちょっと強いところでパンパンってしゃくってるっていうイメージかな。はい。で、竿自体は重さは変わんないんだけど、シャキッと感が全然違うので、こっちの方が
なんかこうこれぐらいのルアーを操作してるとすごく軽やかに感じるかな。そう感じるのはもうロッド自体のもちろん設計もあるんですけど、このガイドセッティングがかなりねやっぱ多分強してると思います。はい、ちょっとこの 70g 投げてみますね。どちらかといえばこのロッドは XF2 に似てるかな。ガイドのセッティングとかもそんな感じなんですけど、なんかそういう風に感じるかな。 XR2 と XF2 は全然違うロッドって感じがして、 XR1 と XF2 が、パワーランクも同じぐらいなんでそう感じるのかもしれないですけど、こう竿の曲がり方とかもどちらかといえばそっちの方が似ているかな。70g とかね、多分こっちがだいぶやりやすいか、こう軽快にできると思うよね。なんでなんか XF2 を短くしてちょっとレギュラーテーパー寄りにしたかなっていう感じの竿かな。逆やね。時系列的に言えばこのロッドをもう少し長くしてちょいファストテーパーの方向に振ったら XF2 になったって感じかな。はい、次は 90g ですね。気持ちよく投げれるよ。これがね60から 130g 対応なんで、この辺はちょうどど真ん中ぐらいやもんね。これくらいのルアーをしゃくるとちょっとファストテーパーの感が出てくるかな。やっぱりレギュラーテーパーの中でも少しやっぱりね穂先の柔らかさが目立つので、この辺ぐらいからちょっとねジグしゃくってくるのにちょいこう XR2 と比べるとちょっとだけやりにくいかな。はい、120g です。はい、こっちはそもそもマックスが 130g までのロッドなので150g は投げないですけど、これが最後やね。はい、振り抜き感はねすごいいいんですけどね、ジグしゃくるってなるとやっぱりちょっとティップが柔らかすぎるかな。 XR1 はこの領域になっちゃうとね、もうちょいティップに張りがないとちょっとやりにくいかな。別にできなくはないけど、ちょっとやっぱりそういう風に感じるかな。そんな感じやね。やっぱりちょっとジグもマックスウェイト付近に近づいてくるとちょっと穂先の柔らかさが少し邪魔をしちゃうかな、ジグ操作でいうとね。じゃあちょっとプラグ使ってみましょう。これちょうどね加減値ぐらいのペンシルなんですけど、これをねこうやって使っていると本当にオーソドックスなレギュラーテーパーって感じがするんだよね。でね、こう加減値付近のペンシルとかを使うと本当にこうオーソドックスな感じで非常にね使い勝手はいいです。で、重心がね一番手前に寄ってる竿なんで、今回ご紹介した竿の中でもねので、結構軽快ね軽やかにできるし、ただちょっとレングスはね短いですけどね、フォアグリップ持ってあるんで実際の10フィートの竿よりも短い間隔、9フィート6インチとか9フィート8インチとかなんかそれぐらいの雰囲気の竿を使っているような感覚ですね。はい、スピニングでいうところのね。でこれマックス130なんでこれにします。 GT ガンマの105でフック込み 125g です。投げるのはね非常にねこういい感じです。
まあ XR2 の方が私は投げやすいですけど、これもね非常にね振り抜きがいいんでいいですね。まあプラグを操作している感じで言うと、本当にちょうどちょっとショートロッドで軽い操作感でやるのにはすごく向いてるかな。すごい竿が軽いんで、まあ自重も軽いけど、その操作感も軽いんで、そんな XF シリーズほどの穂先の繊細さがないんで、あんまり重たくないシンキングルアーとかを使うのにすごく向いてるかもしれないね。シンキングルアーとかポッパーとか、重たいところは XR2 の方がね圧倒的に向いてるんで、正直ダイビングペンシルの操作だったらね XF シリーズの方が絶対的に使いやすいのは間違いないので、新編の 60g ぐらいのやつを投げてみましょう。こういうのがすごくあれなんじゃないかな。こう軽い操作感でできるからめっちゃ向いてるんじゃないかな。まあ竿の硬さはね人それぞれ好みがあるんで、適度な柔らかさもあっていいですね。すごく軽やかです。まあ、この辺は硬さの違いとちょっとテーパーのこう調子が違うんで、一概にねどっちの方がっていうのは言うの難しいですけど、個人的にはね投げた時のキャストの時のロッドの曲がりのベンドカーブのスムーズさっていうのかなが XR2 の方が使いやすいです。 XR1 よりあっちの方がこう気持ちよく投げやすい。こっちの方がシャープにシュパン投げる感じになりますけどね。はい、次 80g ぐらい投げてみましょう。ちょっと竿が柔らかいんで水中のルアーを引いてくるのには軽いのはいいんだけど、ちょっと重くなってくるとさっきのジグの 120g とかしゃくってた時と一緒で、これぐらいは全然もう全く問題ないけど、多分もうちょい重くなると結構竿がやっぱ柔らかすぎるかなと感じるんじゃないんかな。これぐらいは全然調子いいけどね。はい、次じゃあ 100g ちょいのやつね。ストレートショワに比べて圧倒的になりやすいんで、まあ全然いけるか。これはちょっとやっぱりでもな先調子感はあるかな。まあ全然これぐらいはいけるけどね。まあでもちょっとやっぱり竿が柔らかく感じるかな。はい、まあ軽くね XR1 も使ってみましたけど、まあ改めてね素晴らしいロッドだと思います。素晴らしいロッドだと思いますけど、ジグのアクションとかシンキングルアーをしゃくってきたりするのを、一番の主軸に置いて使うってなると XR2 かなと。100の XR2、100の XR2 が一番私の理想に近いかな。てか理想的なパワー感なんで、あれが一番使いやすいと感じるけど、もうちょっとこう軽い領域 60g とか、ペンシルにしても、ジグにしても 60g ぐらいの部分をよりね積極的に使っていこうと思うんだったら、あれじゃねパワー感が強すぎるので、この100の XR1 の方が向いてるかなと。で104の XF2 とこれだとやっぱこう上方向に向いてこうしゃくったりとかね、軽快にこうちょん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 っていうようなこういうね新弁的なものをちょんちょんしたりするのに、こっちの方がねだいぶ竿がこうよりね軽やかなんで、竿も軽やかなんだけど、この竿の方がよりねその辺の軽さがあるので、物理的にね長さも短いし
で操作が楽なんで、軽い方でまとめていくんだったらこっちの方がいいと思いますけど、もうちょい重いところも私はね結構使います。100g 級の新片とか90g、120g のメタルジグもガンガン使っていくので、そうなってくるとやっぱりね XR2 クラスのパワーの方が、よりいいし、そうなってきた時に、パワー感と、ベントカーブの曲がりの感じが圧倒的にあっちの方がヘビージグとかには向いているかなというように感じます。はい、なんで日本で揃えてやるんであれば、私なら XF2 と、100の XR2 っていう感じで、揃えるのが一番理想的なんかななんて思ってます。今あるベイトロットで合わせるんであれば。はい、今日はねこの3本100の XR1、XR2 とあと以前から使ってたロットコムのストレートショア、この3本をちょっと使い比べてジグ用だったらどんなのがいいのかなっていうのをねちょっといろいろ考えてみたんですが、自重もちろん大事です。軽いロット、重いロットよりも軽いロットの方が、使いやすいのは間違いないですが、同じぐらいの重量感のロット3つをね今回は揃えて、ロットのセンターバランスが近くに寄ってれば寄ってるほどいいっていうわけでもないと。そこももちろん大事な点ではあるんですが、それプラスロットの調子ですよね。曲がりのどこら辺がよく曲がる竿なのかによってジグのアクションのしやすさっていうのは結構変わるし、あと一つ思うのはやはり、マックス 120g とかのジグをねガンガンしゃくっていきたいなってなるとやっぱりね 150g ぐらいの、キャストウェイトのあるロットの方がパワー的にも使いやすいんかなって感じがするんで、そのあたりのそのロットのちょっと余裕を持たせたパワー感があった方がやっぱりジグがね特に、ガンガンしゃくってこれるかなと思うし、ロットの復元力が結構あるんで、入力に対してねパーンってロットが弾いてくれるので、ジグがよく動くというところもあります。それとやはりねキャストにおいてやっぱこのグリップの自分に合った長さというのかな、そこもかなり重要になってくるかなっていうのがね、今回再度ね確認してみて感じるところでありましたんで、竿の調子パワー感がすごく良くてもやっぱちょっと投げるのが投げにくかったりするとちょっとしんどいぞというようなのもあったりしますので、その辺も参考に、ベイトロットだけじゃなくてねスピニングにも同じようなことが言えるかと思いますので、スピニングの方はスピニングで、ちょっとねチェックしてみていただければと思います。はい、この辺はねちょっと過去作モデルになってくるので、参考程度にはなっちゃうんですけど、次はだけであれね、この後継機の109の XR1 とか107の XR2 っていう、大型の魚を取るために使うロットとして出てる2本どう使い分けるのか、もしくはどう選ぶのかっていうところにちょっとねフォーカスして、お話ししてみようかなと思います。はい、では今回は以上になります。さようなら。